皆様こんにちは。いつも動画をご視聴くださり誠にありがとうございます。本日は4を揃えていきましょう。めちゃめちゃ楽しいので、興味がない方もぜひやってみてください。私の4の揃え方はちょっと独特なので、あまりスピード向けではないと思うんですけれども、4ができないという方は、これを見れば揃えられるようになりますので、よかったら参考にしてみてください。まずセンターを最初に揃えますね。で、バーを作ってでも、一個一個入れてってもいいんですけど、基本的には、バーを作って揃えていくみたいな感じですね。例えば、これで言うと、どっちでもいいんですけど、じゃあ黄色をここにしたいというふうにした場合、ここにすれば、このようにバーができますね。なので、1個目、センター、揃えていってしまいます。で、反対側は白になりますので、同じように白を揃えていきます。で、この時注意するのが、白を上に出したいんだけど、黄色崩れちゃうよというのがあるので、必ず反対方向にキープをした状態で元に戻してあげるというような動作を忘れないようにしてみてください。で、残りが横の面にこうやってあると思うので、これも一本棒を作ってあげて、同じところですね。同じところに置いておいて、この子のことだけ考えればいいですね。こういう風にやると、黄色が崩れちゃう。戻してあげないといけないので、この子は一回右に逃がしとかないといけないよねと。そうすることによって、向こう側にいる白も同時に揃えることができるし、こっち側にいる黄色も同時に戻すことができるという感じになりますので、この動作はね、そんなに難しいことないので、自分で揃えながらぜひやってみてください。残りのセンターを揃えていきます。で、この場合、私は一本棒を左側に揃えていって、揃えていくスタイルなんですけれども、とりあえず青、赤、じゃあ緑とします。はい。となった場合、ここの赤、今回で言うと赤を下段にしておいて、先に下段を揃えてしまうんですね。ここに赤バーができれば、ここだけぐるっと回せば、赤が下で揃うことになるので、ここの面を使って赤を揃えていきます。これと、これなので、この子をここに置いといてくっつけてあげると、バーができます。で、右側に置いてひっくり返してあげると、赤が揃いますと。で、あとは緑だったり、青だったりというのを揃えていけばいいという感じですね。今、青がここにいるので、くっつけてあげて、右側に置いといて、元に戻すと。こんな感じですね。で、一番最後のここも、例えばこことここなので、向こうにやると、ここでバーができますね。緑は手前なので、右側に置いといて、元に戻してあげると。こんな感じです。最後の面はね、どっちか揃えるとどっちも揃うので、特に難しいことなく、U面でバーを頑張って作ってあげて、右側でポン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 入れていくというような感じにすると、こんな感じでとても簡単にセンターを作ることができます。で、エッジの揃え方なんですけれども、私はもう基本的に、上にあっても下にあってもどこにあっても、一個一個ちまちま揃えていくという揃え方をしているんですけれども、最初にね、3発という感じで、こうという動作で揃えていく方法なんですね。で、どういうことかっていうと、たすき掛けにしておくとですね、赤白だとして、こうすると赤白っていう風に揃うんですよ。こんな感じ。なので、基本的に左上にあるやつをここにセットする。左上にあるやつをここにセットする。みたいな感じでやっております。なので、赤白ですね。ここにいますね。この赤白をここにセットしておいてあげればいいので、1、2、3。こんな感じ。ここにセットしてあげます。次に、オレンジ緑をここにセットしておいてあげると OK なので、オレンジ緑、どこにいるんだい？この子をここにセットします。1、2、3。で、緑白をここにセットしておくといいということですから、この子をここにセットします。1、2、3。こんな感じ。で、今3つセットができたので、真ん中だけガチャンコって動かしてあげると、ここ、みたいな感じで3個できるんですね。で、この時に一番最後に入れたこの子ですね。この子を覚えておいて、向こうに行ってます。
そしてセンター崩れちゃってます。ということは、センター戻す作業が必要なので、青白をまたここにセットしておくというような感じで繰り返してやっていくだけなんですね。でも、この3個ずつやるのは私は1セットしかやらないんですね。とりあえず、このセンターを戻す作業のためにもう1回3個入れますね。青白をここ。はい。今度は、青黄色をここ。この子ですね。この子をここ。ここです。緑赤をここ。この子をここですね。こんな感じ。で、センターを元に戻してあげると、また3個できてるんですよね。こんな感じ。で、あとはこれを単発ずつ揃えていくというような感じでやってます。完全に我流ですね。こんな感じ。で、今ちょうどいいタイミングですね。こういう風に今みたいにバラバラで入ってる場合っていうのはこうガチャガチャってやりやすいんですけど、同じ色がお互い入っちゃってるというやつはひっくり返してあげれば OK です。で、例えば同じ段ですね。赤黄色っていうのが上段にいます。青赤っていうのは下段にいます。で、これを一旦くっつけてあげて、ひっくり返してあげるとですね、青赤上に来ますよね。青赤が上に来るっていうことは、青赤だとして、みたいな感じなんですよ。こうやってくっついてくれるので、基本的にこういう形を見つけた場合は、同じ段にするということですね。この場合はもうひっくり返しちゃった方が早いんで、ひっくり返しちゃって、同じ段にしてあげて、これを反転させてあげると。ほい。ほい。で、元に戻してあげると、揃うよという感じですね。今回はちょっと同じ色だったんで、今それをやっちゃったんですけど、また違う色をここに適当に入れておいて、オレンジ白、セットします。これですね。オレンジ白を下段にセットして、青オレンジが向こうに行っちゃうから、今度は青オレンジをここにセットするというのを繰り返していくとですね、いずれ揃うんですね。これをここ。戻してあげる。はい、こんな感じ。揃ってる。全部大丈夫ですね。こんな感じです。なので、エッジは私はもう真ん中をこうガチャンコとたすき掛けのやつでどんどん揃えていくっていう方法で揃えているんですけれども、覚えることが非常に少ないので簡単に揃えられるんじゃないかなと思います。で、そうですね。入れ方としては、この子、じゃあちょっと変えましょうか。例えば、こういう状態ですね。この子について考えますね。上にあるやつを、この子を下段にしたいか上段にしたいかという入れ方です。これは特にね、難しいことはないので、普通に、ここの3つの、これを F2L ブロックと考えると、この子を入れるだけという動作をすると、緑黄色がここに引きます。みたいな感じで、ちょっと4パターン、上にある場合の2パターンと下にある場合の2パターンの説明をしておきます。全部右に注目しますね。右のやつを上に置きたい、下に置きたい。で、下側にいたときに右のやつを上に置きたい、下に置きたい。各動かし方で4つ動かし方があるので説明をしておきます。まず、右のやつを上に置きたいよっていう場合ですね。1、2、3。こんな感じになります。右のやつを下に置きたいよという場合ですね。1、2、3、4。こんな感じです。下段にいるとき、右のやつを下に置きたい。1、2、3。こんな感じです。で、最後に、右のやつを上に置きたいよという感じですね。この時は、持ち替えちゃうんですけど、こういう状態ね。こういう状態だったとして、一回持ち替えちゃうんですけど、U プライムをして、セクシームーブ3手だけ回すとですね、1、2、3。こんな感じ。上に出すことができるので、私はちょっと一回こう下持ち替えたりしてるんですけど、こんな入れ方で入れてます。なので、今はちょっと右側のことで説明をしたんですけれども、今で言うと私は結構下段ばっかりに狙って入れてましたよね。こういうたすき掛けがしたい。向こうから来るときにこういうたすき掛けがしたい。つまり、下段にどっちかを入れたいという感じで考えてあげればいいんですが、右側を上段に入れたい。つまり、
左側が下段に入るんですよね。だから、左側下段に入れたいときは、こういう入れ方なんだなみたいな感じで、ご自身でね、右側がこうで、左側がこうで、みたいな感じで考えてあげると、すぐ覚えられると思います。わざわざね、やっぱこういう入れ方をするのはもう皆さんご存知の通り、センターをね、崩したくないんですよね。こうなっちゃダメなんですよね。なので、この状態で、エッジを入れてガチャガチャやってあげるという状態にしたいので、今みたいなちょっと複雑なというか、特殊な入れ方をするんですけれども、今の4パターンの入れ方で基本的にはセンターを崩さずに、あっち行ったりこっち行ったりっていうのを入れることができるので、ぜひ覚えてやってみてください。ということで、全部揃っているので、あとは 3×3 パートを揃えていくだけでございます。偶数キューブの場合は、パリティが2つ出てくるのかな。OLL パリティと PLL パリティが出てくるので、そちらの回し方の解説もしておこうと思います。間違えちゃった。はい。出てこないじゃねえか。例えば、ここだけがひっくり返ってるみたいな形になってると、明らかになんかおかしい OLL が出てくるんですね。なので、これを無視して揃えていった場合、最後にここだけが2つひっくり返ってるっていうピュアパリティっていうのが出てきちゃうんですけど、ちょっとそれはね、回すのがめんどくさいので、もう OLL おかしいと思った瞬間に OLL パリティを回した方が早く揃います。今、これは揃ってる状態なんですけれども、おかしいなと思うのがあった場合、どの向きでも大丈夫だと思います。上手な方っていうのは、そのひっくり返すのを計算した上で、この向きでやると簡単な OLL が出てくるみたいな感じでやってるんですけど、私はもう全然気にしてないですね。好きなところで回しちゃってます。基本的には、U2、必ず、右手を動かしたら U2 とか、左手を動かしたら U2 という感じになりますから、U2 は無視して、右手の動きだけ覚えてるといいと思うんですね。はい。下と上です。この状態で、まず一発目は R をして U2 ですね。で、一回、手前に向けます。で、もう一回 R をして U2。R をして U2。R プライムを押して U2。ここまで4回です。この後に、左手で L をして U2。右手で R プライムをして U2。4回終わった後の5回目と6回目は、引っ張るって覚えておくといいかもしれないです。で、あとは、向こうに持っていって U2。で、もう一回元に戻してあげて U2。こんな感じで、ここの4つですね。この4つをひっくり返すことができます。覚えるとですね、結構流れよくいくんですけど、最初はね、どっちだったっけってなると思うんですよ。引っ張り出したら3回連続引っ張るのが続くっていう風に覚えておくといいかもしれないですね。どういうことかっていうと、持ち上げる、持ち上げる、持ち上げる、4手目からですね。4手目から、引っ張る、引っ張る、引っ張る。こんな感じ。3回引っ張るが続くんですよ。で、もう1回持ち上げて、引っ張る。という感じですね。私はちょっと感覚派の人間なんで、なんか回転記号というよりこういう感じで覚えてしまったんですが、はい。ちょっと今ひっくり返ってるんでね。ラスト、復習です。持ち上げる、持ち替えます。持ち上げる、持ち上げる。3発引っ張ります。引っ張る、引っ張る、引っ張る。持ち上げる、引っ張る。こんな感じです。こんな風にすると、おかしいなという OLL を直すことができます。綺麗に回せるようになると、とてもね、早く回せる感じなので、楽しいですよ。このパリティ回してるだけでもとても楽しいので、おすすめでございます。で、こんな感じで揃えていって、なんか、これは多分 G パームかな。で、揃うんですけれども、ここでもパリティが出てくることがあるんですね。多分 G パームで揃うよね。揃いましたね。はい。で、PLL パリティが出てくるときの説明ですね。向こうにある場合だけ覚えておけば、こことここがひっくり返ってるっていう形にも対応できるので、この動かし方だけ覚えておくといいと思います。こっちとこっち、2箇所だけ違うと。U パームじゃねえぞと。ありえねえなと
いう形の時の回し方です。ここの列ですね。こいつだけ。右から2番目だけですね。右から2番目だけをひっくり返して、上を憂鬱。右から2番目だけをひっくり返して、2段一緒に憂鬱。で、右から2番目だけをひっくり返して、2段一緒に憂鬱という風にやるといけます。右、ひっくり返すのを無視すると、上、2段、2段。こんな感じです。私はちょっとこの 4×4 でここだけをこう回すっていうのがすごく下手くそなので、私はちょっとこういう薬指で取る感じですね。薬指で取って、こういう回し方をしています。こういう場合ですね。こことここは揃ってんだけど、こっちにいると。さっきはやりやすい対面にいたパリティだったんですが、お隣にパリティがいるよという場合はですね、ここに持っていきゃいいんですよ。つまりどういうことかっていうと、ここに来た。ここにいる。これだけです。こんな感じ。対面パリティを作ってあげればいいだけなので、ここの F2L とかで言うと、単純にこの T 型の F2L を作ってあげるみたいな感じで覚えてもいいでしょうし、あとはこれだけを観察して、これをここに避難させておいて、この子をここにのかしてあげて、元に戻すと。そうすると対面パリティになっているので、この対面パリティを今と同じ回し方で、ひっくり返して U2、ひっくり返して U2、ひっくり返して U2 という風にやってあげると揃ってるんですよね。なので、あとはここの F2L スロットを入れてあげると。こんな感じです。なので、対面にあるパリティの時にはもうすぐ回せばいいんですけど、ここのお隣にパリティがあった場合は、こういうセットの動きですね。こことここみたいな。対面の状態にセットをしてあげるという動きをやってあげれば揃えられると思います。この PLL のパリティもですね、OLL のパリティではないんですが、練習次第で結構気持ちよく回しやすい動かし方なので、私は薬指で取っていくっていう感じなんですが、やっぱこっちの方が早いのかな。届かないんですよね。ここ届かないんですよ。特に中指が。私はもうこういう薬指で取っていくというような回し方をしているんですけれども、これもね、ご自身の回しやすい回し方で回してあげるといいと思います。こんな感じ。ヤウメソッドとか、あとはこことここですね。エッジの交換の仕方。私は一番最初に 4×4 を揃えたときは、こことここに交換したいエッジをセットしておいて、どうやったんですかね、もう忘れちゃったよ。こことここにセットして、みたいな感じでやってたんですけど、今はガチャンコガチャンコってこういう風にやった方が、ちょっと自分がわかりやすかったので、こんな風にしていて、かつ1個ずつ入れるとかっていうよりは、もう3個ぶち込んじゃって、ガチャンってやって、また3個ぶち込んでガチャンってやった方が早くねみたいな感じで、かなりね、独特な揃え方をしてると思うので、早く揃えたいという方はね、ヤウメソッドという揃え方で揃えていくのをお勧めします。揃えられればいいよという方は、結構参考になると思うので、よかったら 4×4 揃えてみてください。で、1点だけ以前ご質問にあった 4×4 の時に GG メソッドどうだろうという話だったんですけど、GG メソッドはね、例えばこうやってエッジができたってなった時に EO の処理をしていかないといけないというのがあることと、あとはパリティが発生している時、ちょっと今、パリティ発生させますね。今、これ、パリティを発生させてる状態なんですけど、このパリティが発生してる状態で EO を揃えようとすると、奇数になっちゃうと思うんですよ。なので、GG メソッドの時っていうのは、やっぱり EO の処理をしないといけない。つまり、それを一回こうやって止まった状態で探さないといけないっていう風になるので、4×4 の時はね、GG は私は向かないと思うので、素直に CFOP で揃えていった方がいいと思います。ちょっと今反転させてる状態で、これを GG で解いてみますね。はい。今、EO の処理が終わったんですが、上にオレンジ赤ないでしょ？下にオレンジ赤ないでしょ？中段にオレンジ赤がない。横に白黄色はない。
白黄色はない。上の段と下の段に白黄色はない。ある。という感じなんですよね。こんな感じなんですよ。1個しかないっていう。EO が処理できてないっていう形が出てきているので、4×4 はね、基本的には、CA4P で解いていくというのが、いちいち手を止めてね、EO の判断をしなければいけないっていうのが、ちょっと面倒なので、CA4P の方がいいんじゃないかなっていうふうに、私は思いますね。あ、F 使っちゃった。まあいいわ。普通に揃えていこう。こんな感じですね。おかしい OLL が出てきてしまうので、4×4 を解くときは CA4P で解いていった方がいいんじゃないかなと思われます。質問の回答でもね、そのように書いたんですけれども、明らかにちょっと多分 EO の処理おかしくなるよねというような感じのことを書いたんですが、改めてね、4×4 の動画ですので説明をさせていただきました。はい、いかがだったでしょうか。これはね、私生まれて初めてこのキューブを触った時に10分ぐらいかかるだろうって思ってたんです。なので、暇つぶしキューブとして購入したんですけど、なんの1分ぐらいで普通に揃っちゃうんですよ。だからこんなに早く揃えられるものだと思わなかったので、1分ってめちゃめちゃ遅いんですよ。上手な人たちっていうのはもう基本的に30秒とか20秒とかでこれ揃えるんですけど、1分って全然大したことないんですが、思った以上にね、早く揃ったので、4×4 やったことがない方、難しそうだなって思ってる方なんかには、特におすすめをしたいキューブですね。なんかこう、3×3 ってずーっとガチャガチャやってるのは楽しいんですけれども、変な話、早すぎるというか、なんかすぐ終わっちゃうんですよね。これはなんかね、結構その一発揃えるのの満足感がちょっと違いますね。揃ったみたいな感じの楽しさがありますから、ただね、興味ない時は本当に興味がないんで、触ってみて、私みたいに面白かったって思う人もいれば、触ってみて、やっぱりちょっとめんどくさいなと、こっちの方が楽しいなって思う人もいっぱいいらっしゃると思うんですよ。なので、これはね、やっぱやってみないとわからないっていうところはあるんですけれども、かなりね、面白いパズルですので、おすすめをします。ぜひ解いてみてください。で、嬉しかったことが一個ありまして、GG メソッドの動画がですね、フィルさん、GG メソッドで解いてる方ですね。あの方がなぜか私の GG の動画を見に来てくださってて、コメントをしてくださったんですよね。びっくりしちゃって、普通来ると、思って、本当にびっくりして、本人なのって思ったんですけど、ちゃんと本人のアカウントなんですよね。でびっくりしたんですが、俺 GG でやんないとダメなのかな今ちょっと悩みでね、俺 GG に転向しないとダメみたいな感じなんですけれども、なんか何が起こるかわからないですね。びっくりしました。最近ちょっとそんな嬉しかったことがあったよというお話でございました。本日も動画を最後までご視聴くださり、誠にありがとうございました。それでは、まったねー。